今日はブルボーイの畳の受注会と展示会が明日からあるんですけど、これから設営に向かっております。慌ただしい2日間になるんですけど、0から100を作り上げるその過程を見せたいと思います。説明やってるんですけど、やっぱ当日の設営はバタバタします。今日は初日でございます。今から展示会場の方に向かいます。ウェイビー畳の受注会が今日からスタートしまして、会場を一緒に見ながらいろいろ解説できたらと思います。じゃあはい、ということで、今回は、ウェイビー畳といって、僕がスタジオザブルーボーイでもともと作っていたウェイビーグラディエントラグっていうオリジナルのラグがあるんですけど、そのオリジナルのラグの、畳バージョンを今回作って発表してます。今回のウェイビー畳のコンセプトは、もうその名の通りで、もうグラディエントラグの畳バージョンを作ったんだけれど、そのままこの大きい 2m50cm、縦 22m50cm、横幅が 140cm あるんですけど、それをそのまま畳で最初は忠実に再現しようと思ったんだけど、それをすることによって輸送が結構厳しかったりとか、モールドって言って最初のこの型を設計する上で結構その1枚まるっと作るっていうのは結構難しかったんで、今回パネルにして5枚のパズルみたいな形にして作ったっていうのが今回のこのウェイビー畳のポイントで、それすることによって結構住宅によってはラグが大きすぎて入らないって言ってた人たちの問題解決されたりとか、これもう5枚バラバラにできるんで、もうそれぞれでこうなんて言うんだろう、ここのパーツだけ使うとかもできるし、こっちはまた違うところで使うとかっていうのもできるし、そういう感じでいろんなシチュエーションに応じて組み替えることができるっていう、今回それがすごい一番の魅力かなって思ってます。もともと今はラグをずっと作ってたんだけど、京都の方で作ってて、やっぱその職人さんたちとよりコンタクトコミュニケーションをとってものづくりをしてるんだけど、畳屋さんはやっぱ何個か分業で、例えば染めるとこがあって、あとこの土台になるこの木を木工屋さんにお願いしたりとか、業者さんをね得て一つのピースに出来上がるんですけど、昔の畳っていう古いものを新しいものに昇華することで、現代のこのモダンなインテリアとか家具にマッチして、今の若い人たちとか若い世代の人たちとかの新しいインテリアに馴染むような若い人たちの興味をこれでね新しくまた得て、でその人たちが畳を買ってくださって、それが産業の工場の人たちに還元されていくっていうのがすごい僕は大事だと思ってるので、日本の伝統工芸を使った古い畳っていうのをデザインを通してまた昇華させたことを、小さい頃のやっぱ畳のイメージって、例えば親からジャリジャリやるなみたいな言われてたじゃない。それ今ならすごい分かる気がして、職人さんとかやっぱ工場の背景裏側見てるからこそすごい愛らしくて、畳の商品作ることで僕自身すごいやっぱ勉強したんです。畳に関して言うと、ただ匂いがいいとか機能性のところだけじゃなくても、畳って空気を浄化してくれたりとかする作用があるんですけど、畳ってだって夏すごい便利だなみたいなイメージがあって、でも今やっぱ冬でも
防寒というかあったかい素材なんだっていうのもすごい勉強できて、自分のすごい持ってたイメージがすごい覆って、そう新しいなんていうんだろう視点から今回自分も畳を見ることができて、すごい勉強になってよかったなって思います。写真で今まで SNS とかずっと見せてたけど、実際こうやった場所でしかも今まではラグをメインに見せてたから、ラグとやっぱり全然感覚違くって、ラグってウールなんで香りもしないし、いぐさってやっぱりそれなりの素材であって、で香りもすごいあって、機能性がすごい高いんだけど、普段見せてるラグと違って新しいお客さんのなんか意見とか、人間の五感嗅覚とか聴覚、音はしないんだけど、そういう感覚をお客さんにここに来て体感してもらって、それに対してすごいフィードバックもらうとすごいいいなと思って、でプラスやっぱりお客さんから「こういうのないんですか?」とか要望もいっぱいあって、「この面だけ欲しいってないんですか?」とか「これバラ売りしてないんですか?」とかっていう声を聞くんですよ。なんでなんか参考にできたらいいなと思って、それはあって、今ちょうどやってるのが、プレイスマットとか、実際今回ミニの畳を作ったんだけど、あれをもうちょっとこうテーブルの上にちゃんと置けるサイズと、高さ今ついちゃってるんだけど、ちょっとそれを薄くしたバージョンとかでもっと可愛らしいなんかテーブルマットを作れればいいなと思って今ちょうど企画してます。プラスやっぱすごいいぐさでいいところは、もうその汚れを拭き取ったりとか、そのお掃除するのがすごい楽で、それをちょっとこう頭にずっとあったので、なんかそういう食べ物を置くところとか、あとね抗菌とかこうクリーンに保ってくれるので、そういうものを今作ろうと思ってるので、楽しみにしててください。向かおうと思います。今回はどんな人たちにお会いできるでしょうか。楽しみです。ということで、セットアップが終わりました。ただいまは7時でございます。早かったです。こんな感じで、ちょっとだけスニークピークしちゃいますけど、こんな感じです。じゃじゃん。どうですか？今回はミニ畳、このミニチュアのベイビー畳を販売をするんですけど、それにちなんで限られたスペースの中でどれだけこの畳を見せられるかっていうのをちょっと今回テーマにやったんで、一旦こんな感じで空間になりました。お香もあったりとか、サシェがあったりとか、クッションあったりとか、畳が今回メインになって畳をきれいにディスプレイしてます。あとはお香立てもあります。また明日から土日でイベントがあるので頑張ると思います。そんな感じです。とりあえず綺麗に整頓したんですけど、こんな感じでお香もあり、ミニ畳と畳もあります。そして目の前がなんと本当に公園でいい空間です。今日一日頑張ります。連日、2日間東京から京都ちょっとやるまで1ヶ月ちょいぐらい空いちゃったんですけど、もう特に関西地方は、僕ポップアップをやったのが最後2023年とかなんでかなり空いてしまったんですけど、今回こんなこんなでたくさんの人に京都、大阪、滋賀とかいろんな方面、愛知とかからですね来ていただいて、2日間にわたっていろんな人にお会いすることができました。そして僕がやってる畳の商品もしっかり見ていただくことができました。ありがとうございます。また畳のツアーは続くんですけど、東京もやりますし、いろんな各地でイベントをできればいいなと思ってます。引き続きブルーボーイも僕自身も
くお願いします。はい、では